皆さんこんにちは。114回歯科医師国家試験の微生物学・免疫学分野の問題について考えてみたいと思います。 A1 の問題です。薬剤耐性 AMR 対策に該当するのはどれか。一つ選べ。海外渡航の禁止、 PCR 検査の実施、手指消毒薬の配布、高微生物剤の適正使用、免疫グロブリンの投与。出ました。薬剤耐性 AMR です。 AMR はアンティミクロビアルレジスタンスの略です。常時英語でお願いします。 AMR stands for antimicrobial resistance. サンキュー。薬剤耐性とは、病原細菌が薬剤耐性遺伝子を獲得するなどして抗菌薬に耐性を持つことです。抗菌薬が効かない病原細菌がうろうろしていたら困りますよね。抗菌薬をむやみに使用すると薬剤耐性菌が増加します。逆に言うと、薬剤耐性菌をできるだけ生じさせない対策として高微生物学の適正使用があります。 D が正解でしょう。他の選択肢は新型コロナウイルスの対策や治療で聞いたような話ですが、 AMR 対策ではありません。A16 の問題です。口腔バイオフィルムの特徴はどれか。一つ選べ。高分子の浸透が早い、細菌が単層に配列する、強酸性に維持されている、深層ほど酸素分圧が高い、クオラムセンシング機構がある。出ました。バイオフィルム。バイオフィルムとは、物質の表面に付着した微生物が多糖などの菌体外物質を分泌して、その中で気持ちよく生活している状態です。きっと誰にも邪魔されたくないんでしょうね。正解です。ただし、誰にも邪魔されたくない場所であるという選択肢はありませんので、その他を見ていきましょう。 A について、バイオフィルムは粘性の重合体で覆われているため、高分子は浸透しにくいです。 B について、バイオフィルムは3次元的な構造であり、単層ではありません。 C について、口腔バイオフィルム内部は右色原生細菌などが出す酸によって酸性に保たれているとは言えますが、強酸性とまではいかないんじゃないでしょうか。 D について、口腔バイオフィルム内部では細菌によって酸素が消費されており、酸素分圧は低いと言えるでしょう。最後にいいですが、バイオフィルム内では細菌同士がクオラムセンシングという仕組みで自分の仲間がどれくらいいるか数えています。具体的にはオートインデューサーという物質が関わります。なので E が正解でしょう。A34 の問題です。ペリクルで正しいのはどれか。2つ選べ。口腔微生物を含む、形成に12時間以上を要する、エナメル質の脱解を抑制する、唾液由来の糖タンパク質を主成分とする、通常のブラッシングで容易に除去できる。ペリクルとはエナメル質の表面にできる薄い皮膜です。ペリクルは唾液中の糖タンパクを主成分とし、厚さは1マイクロメートル以下で細菌は含まれません。ブラッシングでは容易に取り除けず、取り除いても比較的素早く形成されます。よって A と B と E は嘘です。嘘つき？僕が言ったんじゃありませんよ。っていうか、間違いを探す問題ですよ。ペリクルはエナメル質の脱解を抑制するのは正しいです。よって C と D が正解。A52 の問題です。ヒト免疫不全ウイルスに有効なのはどれか。2つ選べ。ポビドンヨード、消毒用エタノール、ベンゼトニウム塩化物、ベンザルコニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩液。1年前の国家試験で、消毒薬が手指や粘膜に使えるかとか金属に使えるかという問題が出題されていましたね。今回の問題は、どの微生物にどの消毒薬が有効かという問題です。消毒薬には有効な病原体の範囲によって強い順に高水準、中水準、低水準の消毒薬に分けられます。
ポビドンヨードと消毒用エタノールは中水準消毒薬で HIV に有効です。他の選択肢は低水準消毒薬であり、一般的な細菌には有効ですが HIV には有効でないとされています。まあどれも絶対とは言いにくい気がしますが、この選択肢から2つ選ぶと A と B になりますね。私思うんですが、この手の問題って強い消毒薬から順に選べば正解ですよね。人免疫不全ウイルスとかあんまり関係ないじゃないですか。それって問題としてどうなんですか？あなた鋭いですね。まあそうなんですけどね。問題がなかなか作りにくいんでしょうね。っていうか、そこまで分かってるんだったらつべこべ言わずに正解を選んでおけばいいでしょう。A66 の問題です。ストレプトコッカスソブリナスが賛成するのはどれか？2つ選べ。ジンジパイン、デンティリシン、ロイコトキシン、グルコシルトランスフェラーゼ、フルクトシルトランスフェラーゼ。まあこれは基本的な知識を問う問題ですね。ストレプトコッカスソブリナスはストレプトコッカスミュータンスと似た右食原因菌で、不溶性グルカンの産生に関わるグルコシルトランスフェラーゼやフルクトシルトランスフェラーゼを産生します。ジンジパイン、デンティリシン、ロイコトキシンを産生するのはそれぞれ Porphyromonas gingulalis, Treponema denticola, Aggregatobacter actinomycetum comitans. ですね。A70 の問題です。炎症を抑制するサイトカインはどれか？1つ選べ。 IL-1、IL-2、IL-10、IL-17、IFN ガンマ。 IL1 や IL6、TNF-α などのサイトカインは炎症性サイトカインと呼ばれ、生体内におけるさまざまな炎症症状を引き起こす原因因子として関与します。一方 IL10 や TGF-β のように炎症症状を抑制する働きを持つサイトカインは抗炎症性サイトカインと呼ばれています。というわけでこの選択肢の中では IL10 が正解だと思われます。私もあんまり詳しくないんですけどね。いかがでしたか？114回歯科医師国家試験の A 問題から微生物学と免疫学に関わる問題を取り上げました。次に気が向いたら B 問題を解説します。それでは、いってらっしゃい。